もし、あなたとスマートフォンの間にある何もない空間が突然目に見えるようになったらどうなると思いますか？いやー、おそらくパニックになるでしょうね。ですよね。だってそこには東京の満員電車なんて比にならないくらい過密な、もう何億もの目に見えない道が縦横に図に交差しているわけですから。本当に空を覆い尽くすほどのレーザー光線がビュンビュン飛び交っているような、そんな凄まじい光景になるはずです。なのに私たちは普段画面に映る綺麗な動画とかワイヤレスイヤホンから流れる音楽の方ばっかり気にしていて、そのデータを実際に運んできている見えないインフラの存在ってすっかり忘れてしまってますよね。そうなんですよ。ちょっとここで整理しましょう。今聞いてくださっているあなたも毎日スマホに触っていると思いますけど、その裏側を飛んでいる電波のルールなんてまあ考えたこともないですよね。なかなか意識する機会はないと思います。そこで今回の深掘りではこの目に見えないインフラの正体に迫っていきます。資料として用意したのは2つあります。1つは総務省が2021年9月に発行した電波政策についてというかなり分厚くて詳細なレポートです。もう一つは何でしょうか？もう一つはですね、NTT ドコモが発表したフォーマ、つまり 3G ですね。それと i モードのサービス終了に関する短い案外文です。なるほど。かなり極端な組み合わせを持ってきましたね。そうなんです。片方は日本の国家的なインフラ政策の全体像で、もう片方は、古い携帯サービスが終わりますよっていう実務的なお知らせじゃないですか。一見すると全然関係なさそうに見えますね。ええ。でも実はこれらがパズルのピースみたいにつながった時、驚くべき全体像が見えてくるんです。面白そうですね。今回の探究のミッションは、電波という限りある資源がどうやって管理されていて、あなたが改札でスイカをタッチする瞬間から最新の 5G までをどう支えているのか、そのメカニズムを解き明かすことです。一緒に掘り下げていきましょう。なんか電波の話っていうと難しい物理とか法律の授業みたいに聞こえるかもしれないんですけど、はい、ちょっと身構えちゃいますよね。でも実はこれ見えない不動産をめぐるすごく泥臭くてダイナミックな陣取り合戦なんですよ。陣取り合戦、いいですね。早速行きましょう。まず最初の驚きなんですが、私たちが普段一括りに電波って呼んでいるもの、これ一つ一つ性格が全然違うんですよね。そうなんです。総務省の資料を見るとよくわかるんですが、周波数によって得意なことと不得意なことが極端に分かれているんです。そもそもその周波数が高いとか低いって物理的には何が起きているんですか？ですね、波の長さが違うと考えてみてください。周波数が低い電波っていうのは、一つの波が長くてゆったりしているんです。ゆったりしている。はい。波が長いと、建物の角とか障害物があっても、それを乗り越えて回り込むことができるんですよ。あー、なるほど。なんかクラブのドアから漏れ聞こえてくるドゥンドゥンっていう重低音のベース音みたいなものですかね。あ、まさにそのイメージです。壁があっても響いてきますよね。はい、すごく遠くまで届く感じがします。だから、テレビとかラジオ、あとは昔の携帯電話なんかは、この低い周波数を好んで使っていたんです。部屋の奥とかビルの陰まで確実に情報を届けたいですからね。なるほど、便利ですね。ただ欠点もあるんです。波がゆったりしているということは、1秒間に送れるデータの箱の数が少ないんですよ。あ、そっか、波の数が少ないから。ということは、テキストとか音声ならいいけど、高画質の動画を送るのには向いていないんです。そこで登場するのが高い周波数ってことですか？その通りです。マイクロ波とかミリ波と呼ばれる高い周波数の電波ですね。こちらは1秒間に小刻みに何億回も波打ちます。何億回も。波の数が多いということは、そこに0と1のデータを大量に載せられる。つまり、超高速で大容量の通信ができるんです。良いことずくめじゃないですか。じゃあもう全部その高い周波数にしちゃえばいいんじゃないですか？それがそうもいかないんですよ。波が細かくて短くなると、だんだん光の性質に近づいていって、直進しかなくなるんです。直進するだけだと何が困るんですか？ビルなんかの障害物にぶつかると跳ね返されてしまって裏側に回り込めないんです。さらに厄介なことに、波が短すぎるせいで大雨が降ると雨粒にぶつかって電波が弱まってしまうんですよ。これを変水って言うんですが、雨粒で弱まっちゃうんですか？じゃあ大量のデータを一直線に運べるけれど天候とか障害物にすごくデリケートなレーザービームみたいなものなんですね。まさに繊細なレーザービームです。
だから用途に合わせてベース音とレーザービームを使い分ける必要があるんです。なるほどな。そしてここで絶対に押さえておきたいのが、この使い分けられる周波数の帯域、つまり見えない土地は無限ではないということです。無限ではない。はい。電波は国民共有の財産であり、完全に有限で貴重な資源なんです。その有限な資源っていうところすごく引っかかったんですよ。ただのエネルギーなんだから空中にいくらでも出せるんじゃないかって思ってました。そう思いがちですよね。でも歴史を見ると、その逼迫具合がよくわかりますよ。はい、資料にありましたね。1950年代の日本って無線局の数は全国でわずか約5000局だったんですよね。警察とか消防の通信がメインですよね。たった5000局です。当時の空中の土地はもうガラガラに空いていました。ところが1985年の通信自由化をきっかけに爆発的に増えて、2020年時点ではなんと約2億6626万局に達しているんです。すごい数ですよね。日本の人口の倍以上ですよ。本当ですよ。スマホだけじゃなくて家の Wi-Fi、電子レンジ、Suica みたいな非接触 IC カードとか ETC、さらには気象レーダーまで、私たちの生活空間って今やあらゆる電波で飽和状態なんですよね。そこで一つ疑問が湧いてきませんか？なんでしょう。それだけ無数の機器が同時にあちこちで電波を吐き出しているのになぜ大パニックにならないのかと。確かに私のスマホの電波と家の Wi-Fi と、あとお弁当を温めてる電子レンジの電波が空中で衝突して爆発したり通信が完全に麻痺したりしないのはなぜなんですかね。それが厳密な交通整理が行われているからなんです。交通整理ですか。同じ場所で同じ周波数の電波を使うと電波同士が干渉し合って混信が起きてしまうんです。だから総務大臣による免許制度とか適正な電波管理のルールが敷かれているんですよ。いやでもちょっと待ってください。私が電気屋さんで Wi-Fi ルーターを買ってきた時とか、子供がおもちゃのラジコンで遊ぶ時っていちいち総務省に免許を申請しに行きませんよね。もちろんです。すべての機器に免許を求めたら役所がパンクしてしまいますから。ですよね。そこで制度として発射する電波が著しく微弱なものや特定の省力の無線局については免許不要で使えるルールになっているんです。なるほど。おもちゃのラジコンとか Wi-Fi ルーターはこれに当たるわけですね。はい。出力が弱いから他人に迷惑をかけにくいというわけです。じゃあ逆に私がめちゃくちゃ強力なアンテナを自作して街中に無料の Wi-Fi を飛ばしてやるぜってやったらどうなりますか？それは完全に違法です。やっぱりダメですか？それを許してしまうと強力な電波が他の人の通信をかき消してしまう共有地の悲劇が起きてしまいますからね。誰かが独占しちゃうと他の人が使えなくなるんですね。そうなんです。一方で携帯電話の基地局のような広範囲に強い電波を飛ばす大規模なものはどうなるか。それは厳しいルールがありそうですね。はい。こちらは特定基地局の開設計画という名前で国から極めて厳しい審査を受けます。資料の中に周波数の逼迫度っていう言葉が何度も出てきました。これってつまりもう空いている土地がないから本当に有効活用できる事業者にしか免許はやらんぞという国のメッセージですか？その通りです。その事業者がどれくらい広いエリアをカバーできるかとか、格安スマホ事業者にネットワークを貸し出せるかなど、公共の利益にどれだけ貢献できるかが厳しく問われるんです。なるほどな。空中は国が管理する厳格な不動産市場なんですね。でも電波って国境という目に見えない線を勝手に越えて飛んでいきますよね。はい、飛んでいきます。日本の総務省がいくら国内でルールを決めても、隣の国から全然違うルールの電波が飛んできたら混信して意味がないじゃないですか。そこは電波の物理的な性質に関わる非常にクリティカルな問題です。やはり問題になりますか？
おっしゃる通り、電波は国境を知りません。だから空の交通整理は地球規模に行う必要があるんです。ということは、世界共通の都市計画みたいなものがあるんですか？あるんです。ITU 国際電気通信連合という国連の専門機関がありまして、そこで国際的な周波数分配が決められています。へえ、国連の機関が。世界中の国が集まって、この帯域は衛星通信で使いましょうとか、この帯域は携帯電話の国際ローミング用に開けておきましょうといった合意を形成するんです。じゃあ日本のルールもその枠組みの中で作られていると。すべてその国際的なルールの下で作られています。だから私たちが海外旅行にスマホを持って行っても現地でそのままネットにつながるんですね。いや、目に見えないところでそんなグローバルな協調が行われていたとは。すごいスケールですよね。
そうなんです。一方で、携帯電話の基地局のような広範囲に強い電波を飛ばす大規模なものはどうなるか。それは厳しいルールがありそうですね。はい。こちらは特定基地局の開設計画という名前で、国から極めて厳しい審査を受けます。資料の中に周波数の逼迫度っていう言葉が何度も出てきました。これってつまりもう空いている土地がないから本当に有効活用できる事業者にしか免許はやらんぞという国のメッセージですか？その通りです。その事業者がどれくらい広いエリアをカバーできるかとか、格安スマホ事業者にネットワークを貸し出せるかなど、公共の利益にどれだけ貢献できるかが厳しく問われるんです。なるほどな。空中は国が管理する厳格な不動産市場なんですね。でも電波って国境という目に見えない線を勝手に越えて飛んでいきますよね。はい、飛んでいきます。日本の総務省がいくら国内でルールを決めても隣の国から全然違うルールの電波が飛んできたら渾身して意味がないんじゃないですか？そこは電波の物理的な性質に関わる非常にクリティカルな問題です。やはり問題になりますか。おっしゃる通り、電波は国境を知りません。だから空の交通整理は地球規模に行う必要があるんです。ということは世界共通の都市計画みたいなものがあるんですか？ええ、あるんです。ITU 国際電気通信連合という国連の専門機関がありまして、そこで国際的な周波数分配が決められています。へえ、国連の機関が。世界中の国が集まって、この帯域は衛星通信で使いましょうとか、この帯域は携帯電話の国際ローミング用に開けておきましょうといった合意を形成するんです。じゃあ日本のルールもその枠組みの中で作られていると。すべてその国際的なルールの下で作られています。だから私たちが海外旅行にスマホを持って行っても現地でそのままネットにつながるんですね。いや、目に見えないところでそんなグローバルな協調が行われていたとは。すごいスケールですよね。さて、こうして地球規模で管理されている見えない不動産の上で私たちの通信技術は凄まじい進化を遂げてきました。過去30年間で通信速度はなんと約10万倍になっています。10万倍ですよ。アナログ音声だけだった 1G から始まって、少しずつ空き地を見つけたり、技術で圧縮したりしながら 2G、3G、4G と進化してきました。ここで冒頭で紹介したもう一つのソース、ドコモの 3G 終了の案内文が生きてくるわけですね。そうですね。私これを最初に読んだ時は、古いガラケーの時代が終わるんだな、利用者が減ったからサービスを打ち切るんだろうくらいにしか思っていませんでした。実はそこをすごく誤解されがちなんですが、単なる不人気になったから終了というビジネス上の判断ではないんですよ。違うんですか？先ほど空中の土地は有限だと言いましたよね。はい、もう満杯なんですよね。ええ、新しい世代の通信、つまり 5G やその先を導入するためには、まとまった広い周波数帯域、つまり太いハイウェイを通すための広大な土地が必要なんです。なるほど。でも、良い場所はすでに 3G や 4G の基地局が占拠してしまっている。さて、どうすればいいと思いますか？待って、ということは、新しいハイウェイを作るために古い建物に立ち退きをお願いしてるってことですか？その通りです。3G サービスの終了は、限られた電波資源を新しい技術に割り当て直す、周波数の再編と移行という極めて戦略的なプロセスなんです。そういうことだったのか。特に 3G が使っていた周波数は、障害物を回り込みやすいプラチナバンドと呼ばれる超一等地なんです。さっき言っていたベース音みたいに壁を回り込む便利な帯域ですね。はい。この一等地を開けてもらって、大量のデータを送れる最新技術に明け渡す。都市の再開発と全く同じ考え方です。単なるサービスの終了じゃなくて、国の見えないインフラの新陳代謝だったんですね。そしてその立ち退きによって空いた土地に新しく建てられているのが最新の 5G というわけですか？ええ、まさにその通りです。資料によると 5G には3つの大きな特徴がありますよね。超高速、多数同時接続、そして超低遅延です。この中で特に重要なのが超低遅延です。つまり通信のタイムラグが極限までゼロに近づくことですね。正直に言っていいですか？はい、どうぞ。私はスマホで動画がサクサク見られればそれで十分なんです。今でも LINE の通話でラグなんてほとんど感じませんし、これ以上遅延がないって私たちにとってそんなに重要なんですか？人間の感覚なら今の 4G でも十分かもしれませんね。しかし 5G は人間のためだけの通信ではないんです。人間のためじゃない。じゃあ誰のためなんですか？ターゲットは機械です。機械？例えば時速100キロで走っている自動運転の車を想像してみてください。
はい、かなりのスピードですね。もしここで通信に 0.1 秒の遅れ、つまり遅延があったらどうなるか。ブレーキを踏むという指示が届くまでに車は数メートル進んでしまいますよね。うわー、確かに。人間のちょっと動画が隠すいたなとはわけが違う。ええ。数メートルの誤差は重大な事故に直結します。恐ろしいですね。遠隔地からロボットアームを操作して行う外科手術も同じです。メスを入れる瞬間にラグがあったら致命的ですよね。絶対に許されない遅延ですね、それは。つまり 5G というのは、スマホを便利にするというより、あらゆるものが瞬時に情報をやり取りして動く、社会全体を制御するための新しい神経系を作っているということなんです。新しい神経系。なるほど。画面の中のインターネットが現実世界に飛び出してきて、物理的なものを動かし始める。そうです。そのための絶対に途切れない知盲人な神経系。それが 5G の本当の役割なんですね。これは面白い。ええ。そして、その神経系を社会に実装していく上で、総務省が打ち出した非常に面白い政策があります。それが資料の後半に出てくるローカル 5G です。ローカル 5G。大手通信キャリア、ドコモとか au とかではなくて、企業や自治体が自分の敷地内や工場の中だけで自分たち専用の 5G ネットワークを構築できる制度ですね。はい。総務省は2019年末にこれを制度化して、全国を細かくメッシュ状に区切って周波数を割り当てています。でもここでリスナーの皆さんもこう思いませんか？企業がわざわざ自前で 5G の基地局を建てる意味ってあるんでしょうか？工場のなら Wi-Fi のルーターをたくさん置けば無料で済むし安上がりじゃないですか。コストだけを見れば間違いなく Wi-Fi の方が手軽です。しかし、先ほどの共有地の悲劇を思い出してください。あ、誰かが独占しちゃうやつですね。Wi-Fi は免許不要で誰でも使える分、同じ周波数帯は常に混雑していて、干渉が起きやすいんです。家で電子レンジをオンにすると急に YouTube の動画が止まるあの現象ですか？まさにそれです。家で動画が止まるくらいなら、まあいっか、で済みますけど、はい。先ほどあなたが理解した社会の神経系ではどうでしょう。巨大な工場で動き回る何十台もの産業用ロボットや農機具の自動運転。これらが隣の工場の電波の影響で一瞬通信が途切れました。ロボット同士が激突しました。ではビジネスとして成立しませんよね。絶対にダメですね。大損害になっちゃいます。だからこそ、干渉を受けやすい Wi-Fi の帯域ではなく、外部からの影響を一切受けないクリーンで安定した自分たち専用の電波資源が必要になるんです。なるほど。多数の機器を一瞬の遅れもなく24時間365日確実に動かし続けるための究極のプライベート通信網、それがローカル 5G なんです。なるほど。よくわかりました。Wi-Fi が誰でも歩けるけれど人がぶつかりやすい混雑した歩道だとしたら、はい。ローカル 5G は企業が自社の敷地内に敷いた自分たち専用の超高速鉄道のレールみたいなものなんですね。誰も邪魔してこないから絶対に時間通りに大量の荷物が届く。完璧な例えです。電波の使い方がよりパーソナライズされて、より絶対に止まってはいけない領域へと進化していることがよくわかると思います。いやー、日常の見え方が完全に変わりました。今回の深掘りもそろそろ終わりに近づいてきましたね。あっという間でしたね。私たちが普段何気なく見つめているスマホの画面、その向こう側の何もない空間にはこれほど壮大で緻密な世界が広がっていました。今日から日常の景色が少し違って見えるはずです。私たちが呼吸する空気の中には常に数えきれないほどのデータが秩序だって行き交っているのですから。今聞いてくださっているあなたも、次に改札でスイカをタッチするとき、あるいは引き出しの奥で眠っている古いガラケーを見たとき、はい。そこには限られた目に見えない不動産をまるで巨大なパズルのように最適化して新陳代謝させながら切り盛りしている果てない裏側の努力があることをぜひ思い出してみてください。見えないところで国境を越えたルールと技術の進化が支えているんですよね。そうなんです。最後に今回のソースからもう一歩踏み込んで、リスナーの皆さん自身の思考への種を一つ置いておきたいと思います。どんなことでしょ通信速度がたった30年で100万倍でなり、すべてのものがネットにつながる時代。今後技術がさらに進化して 6G、7G と進んでいった時、私たちはついに地球上の電波という見えない不動産を完全に使い果たしてしまう日が来るのでしょうか。う。なかなか鋭利な問いですね。
それとも人類は電波という枠組みさえも飛び越えて、光の波そのものや全く別の物理法則を使った新しいデータ伝送のフロンティアへと移り住んでいくことになるんでしょうか。技術の限界への挑戦はこれからも続いていくでしょうね。見えないインフラの進化はまだまだ止まりそうにありません。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。